はいどうも、海外テックのこれまじミントです。リナです。海外の新しい技術を実際に手元で動かして確かめる番組です。今日は何を動かしたんですか？クエン 3.8、27B です。8月15日の夜中の0時に公開されて、この動画はその日のうちに家の2台のマシンで動かして撮った記録です。0時に出たものをその日のうちに。世界中が待っていたモデルなので、うちも張り付いていました。中身の紹介から、公式の言い分、それから実際に作らせた作品と速度まで、順番に見ていきます。作品、楽しみです。まず、どんなものが出たんですか？作ったのはアリババのクエンチーム、大きさは270億パラメータで、全部の重みが毎回働く、密な作りのモデルです。ライセンスはどうなんですか？アパッチ 2.0 です。条件を守れば商用利用も改変もできる、一番使いやすい部類ですね。太っ腹ですね。しかも文章だけのモデルに見えて、画像も動画も見られます。目がついているんです。それで、家で動くサイズなんですか？4ビットに量子化すると 17GB 前後まで縮みます。ゲーミング PC のグラフィックボードで狙える大きさです。ここが今日の本題ですね。はい。開発元がフロンティア級に迫ると謳う中身が、家の機材でどこまで出るのか、それを確かめに行きます。世界中が待っていた、というのは8月の頭にアリババが最上位の MAX とこの 27B を両方オープンにすると予告していたんです。まず超大型の方が先に出て 27B は少し遅れてお預けになりました。知らされたんですか？配布サイトのモデルスコープにはカウントダウンまで出て X では公開時刻を待つ投稿が並んでいました。日付が変わった瞬間、うちもダウンロード組に並びました。そういうお祭りです。モデルの公開で年越しみたいなことになってるんですね。面白いのはコリニティ側の準備の速さで、量子化版作りでおなじみのアンスロースは、公開されたその日のうちに各種の量子化を出し切っていました。受け入れ体制が完成してる。中身はどうなっているんですか？一番の特徴は、層の混ぜ方です。文章の全部を覚えておく本格的な注意機構は、4層に1回だけ、間の3層は、もっと軽い仕組みで代用しています。軽い仕組み、というのは読んだ内容を全部ノートに貯めていく方式と、黒板1枚に要点だけ書いては消していく方式、と考えてください。軽い層は黒板方式です。黒板1枚で足りるんですか？3回黒板でしのいで、4回目にノートを見返す。この繰り返しで、長い文章を読む時のメモリと計算を大きく節約しています。さっき出てきた超大型の方とは別物なんですか？設計は同じ流儀の相似型です。最上位の MAX をギュッと縮めた弟分、という位置づけですね。それからもう一つ、このモデルは考えてから答えるタイプで、思考の深さを3段階から選べます。浅くすれば早く、深くすればじっくり考えます。どれくらい変わるものなんですか？それは後半で、実物の作品ごと見せます。あと地味に大事な部品で、先読み用の小さなヘッドが同梱されています。MTP というのですが、これも後で聞いてきます。伏線が2本貼られました。公式のベンチマークはどうなんですか？先に一つだけ、この表の数字は全部、開発元の自社計測です。第三者の検証はまだありません。その前提で、読みどころは2つです。1つ目は、前の世代、クエン 3.6、27B からの伸びです。特にエージェント系、つまり自分で手を動かして作業する課題が、軒並み大きく伸びています。一番極端な行は3倍以上です。同じ 27B で3倍。世代交代の伸びが、エージェント系の課題に集中しています。2つ目は、比較の相手です。相手？この表、クロード、オーパス、4.6、MAX と並べているんです。そして掲載された行のうち13行で、自分の方が上だと主張しています。フロンティアの最上位に 27B が勝つと言ってるんですか？主張としてはそうです。一方で、負けている行も4行、その表に隠さず載せています。負けを隠さず載せるのは、感じがいいです。ただ、繰り返しますが自社計測です。主張は分かった。では実物はどうなのか、ここからが家の出番です。待ってました。用意したのは2台。1台は RTX3090 を積んだ、少し前のゲーミング PC です。自作界隈で定番のボードですね。もう1台は NVIDIA の DGX、スパーク、手のひらサイズで、メモリを 128GB も CPU と共有している小型機です。性格が全然違いますね。そこがポイントです。スパークは容量がたっぷり。でもメモリの帯域は細め、3090は容量 24GB と控えめ、でも帯域は太い、容量のマシンと帯域のマシンです。課題は何をやらせたんですか？以前フロンティア3社に共作させた、ボクセルの日本庭園です。同じ課題文を渡して、今回は一発生成。一回渡したら、手直しのチャンスはありません。あの課題、一発勝負でやらせるんですか？
2台とも同じ4ビット量子化、公式推奨の生成設定、乱数のシードも固定、違うのはマシンだけ、という土俵をまず作りました。スパーク専用の高速化構成は、後半で追加実験として足します。では代表作からいきます。思考を一番深い設定にした、3090での1本です。夜明けだ。空の色が変わっていく。夜明けの薄暗い庭から始まって、日の出とともに光が回っていきます。塔も橋も桜も、造形のバランスがいい。逆光の塔、かっこいいです。そして左下を見てください。作品の題名を小さな文字で自分で焼き込んでいます。ワンポイントで題名入り、演出まで考えてる。誰も頼んでいないんですけどね。ライトアップの変化と合わせて、見せ方まで自分で設計してきました。次は同じ RTX3090 で、思考を真ん中のミディアムの設定にした1本です。こっちは昼ですね。池と飛び石、鳥居もある。演出は先ほどよりあっさりめですが、庭としてはきちんと成立しています。深い思考の方が持ってくる、ということですか。その関係は後でまとめてみます。参考のため前の世代、クエン 3.6、27B に同じ課題を渡した結果をお見せします。夜の神社だ。ホタルが飛んでる。星空とホタルで、夜の境内をちゃんと表現しています。破綻もありません。前の世代も悪くないんですね。違うのは、動きの量と時間の演出です。3.6 の庭は静かに止まっていて、3.8 の庭は風景の中を時間が流れる、モデル世代の進歩がそこに出ているのかもしれません。スパーク側の1本も軽く見ておきましょう。こっちは夕焼けですね。芯も動かすソフトも変えていますが、こちらも最後まで破綻なく完走しました。今回試した組み合わせがどれも完走した、というのは安心材料です。ところで、フロンティアだとどれくらいのものが出るんでしたっけ？いい機会なので、参考に流しましょう。以前の共作でクロード、オーパス、子が作った庭です。浮かんでいる島、そうだ、これでした。空に島を浮かべて、滝を落として、夕方から夜への移り変わりまで、やっぱりフロンティアは違いますね。発想の柔軟さと密度が1枚も2枚も上手なように見えますね。並べると差はありますね。あります。ただ、こちらは家のマシンで動く 27B です。手元で動く小ささでこの庭が出てくるのは大健闘だと思います。17GB 前後でこれなら確かに大健闘です。この作品も綺麗でよかったです。気になるのは生成にかかった時間です。どれくらい待つんですか？代表作の一番深い思考で3090で33分かかりました。33分。そしてスパークだと同じ課題が1時間半かかりました。お昼休みが終わっちゃう。ここからが今日の後半の本題です。この長丁場、実はソフトの設定で生成の速度そのものを上げられます。まず3090側の表から、上の行が普通に生成した速度、下の行がさっき伏線を張った先読みヘッド、MTP を使った速度です。先読みヘッドで何をするんですか？小さな下書き係が先のトークンを何個かまとめて下書きして、本体がそれを一括で検算して、合っていた分だけ採用するんです。投機的デコードという方法です。それで速くなるんですか？本体の重み 17GB をメモリから読み込む回数が大きな時間泥棒なんです。1回読む間に複数トークン進めれば、その分だけ得をします。3090ではこれで3割速くなりました。追加の機材なしで3割は大きいです。X では2倍になったという報告も流れていました。課題や設定で利き幅は変わって、うちの思考の長い課題では3割、というのが実測です。スパークの方はどうなんですか？スパークは3段構えで試しました。まず普通の4ビット。次に、スパークの世代から対応した新しい4ビット形式、実行ソフトごと乗せ替えたんですが、これがほぼ横ばいでした。形式を変えただけでは、速くならないんですか？ 4 ビット同士なので、重みのファイルの大きさはほぼ同じなんです。このマシンのボトルネックがメモリの帯域だとすると、読む量が変わらない限り速くならない。横ばいはその理屈と合う結果でした。ボトルネックが別の場所にある、と。そこで3段目、投機的デコードを足します。すると2倍以上に跳ねました。3090は3割で、スパークは2倍？同じ技なのに？ここが今日一番面白いところです。投機の得は、重み読みの節約でしたよね。だから、帯域が細くて読みが遅いマシンほど聞きやすい。今回の結果に一番合う説明です。帯域が細いマシンほど救われる。もう一つ、下書きをどこまで採用するかの判定も、ソフトごとに流儀が違います。なので倍率の差を帯域だけでは説明しきれないんですが、伸びしろの大きさは数字の通りです。詳しい条件はスライドを見てください。こうして並べると、スパークの伸びがすごい。投機なしだと2台の差はおよそ3倍ありました。投機を入れると、その差が半分近くまで縮みます。同じマシンでも、ソフトの側でここまで変わるんですね。先読みヘッドが最初から同梱されているので、これは公式想定の使い方と言えます。最後に、
思考の深さの話が残ってました。このモデルには思考の深さを3段階選べる設定があるんだったよね。3本を並べた比較表です。全世代の 3.6 と 3.8 の真ん中設定は、どちらも6分半プラス、かかった時間はほぼ同じです。同じ時間で、昼の庭は動いていて、夜の境内は止まっていた。そうです。今回の一発生成では、ほぼ同じ時間で 3.8 の方が動きの豊かな庭になりました。世代の進歩を感じる結果です。それで、一番深い設定にすると、思考の量がぐっと増えて、33分。その代わり、夜明けの光の演出や題名の焼き込みまで仕上げてきます。綺麗さは思考時間の対価なんですね。まとめるとこうです。庭の豊かさは世代がくれる。庭の綺麗さは考える時間がくれる。名言が出ました。今日のまとめです。アパッチ 2.0 で使いやすい 27B がゲーミング PC で動いてあの夜明けの庭を作りました。フロンティアとの差は並べればまだありました。それでも手元で動く小ささであそこまで出るのは大健闘です。そして生成の速度は投機的デコードという飛び道具で底上げできて、今回は帯域の細いスパークで特に効きました。買い替えの前に、まずソフトの設定ですね。皆さんはどの庭が一番好きでしたか？33分の思考、待てそうですか？コメントで教えてください。高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回。